はいどうも皆さんこんにちは、きつねです。お元気にしていらっしゃったでしょうか。このビルド、気力人ぐるぐるをご紹介します。お楽しみください。さて早速ビルド紹介です。内容簡単です。いわゆる気力特化型、近接での威力回復を載せています。さらに気力技ダメージ、こちらを爆盛りしているというビルドになります。このビルド2等が非常に重要です。特に豪華の太刀と二等風神2、これを使います。特にこの二等風神2の最後の逃撃がガード不能で、しかも威力も高いのでダメージソースとして非常に重宝します。次にこのビルドのもう一つの肝なのですが、大太刀は新品の岩尾の大太刀をつけています。この岩尾の大太刀は気力技を使うとなんと体力が回復すると、こういう効果を持っています。非常に重要な役割を果たします。また気力充実は2個つけてください。例えばですが、連撃の極意をつけると強打の回数が増えます。したがって豪華と相性がいいので、これを私はつけています。あとは気に入った新品もう一枠どっかにつけれますけれども、私は受け流しダメージが取れる侍のコテなんかをロマンとして採用しています。短筒の代わりに目つぶし粉をつける選択もあるのですが、目つぶし粉は私使い忘れちゃうので、短筒にしてとどめを刺しやすくしています。で続いて技になります。豪華の剣を使います。強打のたびに火が飛び散ります。ですので、特に強打回数の多い二刀流とは相性が抜群です。また飛び散った炎が敵の攻撃をひるませることもあります。さらに、気力も非常に溜まりやすいということで、まずはこれで高速で気力を溜めると、こういう戦略です。3列目ですが、やはり地味だけどないと味気なくなります。全近接ダメージ増加とかの代わりに近接で気力回復を選んでますので、ぜひここは近接ダメージ増加をつけるようにしてください。で4列目、これ悩むんですけれども、気力充実をつけるようにします。待ちとか特攻を効かせてよろめかせるということよりも選手攻撃、これを優先します。どういうことかというとね、特別特攻武器ダメージ 30% っていうのはためがまず必要になっています。ですから混戦とかでは非常に持ち腐れになってしまうんです。武器を切り替える暇がないわけですね。ため攻撃ってすごい鮮やかなんですけど、こんな感じで横槍がすぐ入るんですよね。だからこれ相当上級者の技だというふうに見なしました。同じく4列目の受け流しダメージ、これね、これじゃないと摂取できないロマンがあるんですよ。これ分かります。これおっと弾いてよろめきダメージ与えのこうパッカーンって分かります。これは侍使いの世は分かっておるぞ。ただ今作ですね、敵画面外から超高速でこんなんで攻撃されます。バカじゃないのっていうぐらい速いです。ですのでロマン汁はですね、絶対床ペロで摂取することになります。なので受け流しの切り結びで逆転っていうのはなかなかもう狙わない方が無難です。でそこ行くと気力充実、これ体力ももちろん回復できますし、何より気力技、これ今作気力技むちゃくちゃ強いです。攻撃も高いですし、盛ればね。でしかも防御もできます。無敵時間が発生するので、ぜひ攻防一体の技として気力1個増やすことに対しては非常に重要な意味があるというふうに考え直しました。で最後5列目です。これも結構正直悩ましいんですが、正直変わり映えはしないんですけれども、プラスにされる8万の激怒、こちらを採用しております。で他のはどうかというと、まず8万の贈り物です。これね、面白いんだけれども回復のタイミングを操作できないですよね。奥義がたまんないとダメなんですよね。そうするとね、やっぱり回復専用の他の装具に任せた方がいいと思いました。あと8万のカムイ、これもね面白いっちゃ面白いです。8万発動するのがもう任意のタイミングで雑に出しても残りの60秒、発動後の60秒よろめき特化になりまくると、よろめきダメージが倍になると。確かにこういう風にザクザクねやれるのは気持ちいいんですけれども、こんな混戦の状態でバカみたいな攻撃が出てくるときに武器切り替えとかやってらんないでしょっていうのもあって、やっぱりちょっと不採用だなということですね。で正直何も奥義持ってない8万の5連撃
1体半倒せればいいんじゃないかというぐらいの感じです。今作奥義よりですね、気力の方が溜まりやすく、気力技無敵時間がありますので、攻防一体なので、こちらの気力の方を優先します。で続いて立ち回りの紹介です。まずですね、何も手ぶらの時はですね、豪華に2頭を装備して、ガンガン三角ボタン、二頭封陣でもいいです。三角ための二頭封陣でもいいですし、強打の連撃でもいいですけれども、とにかくブンブン回すこと。そうすると気力がだいたい3から4ぐらいは溜まるので、そのが溜まった後に次のことをやります。次は大立ちを装備して溜まった気力を一気に丸三角同時押しの目、要するに気力技ですね。この連打して周りの敵を一掃します。でこの大立ちの上品をつけているので体力もですね回復します。なので離島連打でですね途中でダメージをバシャバシャ食らっちゃったとしてもこの丸三角の同時押しの技でですねHP 取り返せます。もうワンクール見ていきましょう。二刀流装備して、豪華でもう三角を連打して、やっていますね。で気力をバンバン貯めていますね。で溜まったので切り替えて、次は今度気力技ムーブということですね。でぐるぐる回しているうちに HP も回復できるよと。結構隙がなくって、強いと思います。シンプルですね。やることも決まっています。武器の切り替えで悩むこともないということですね。よいしょ。強いですね。で、百鬼九死でたまに湧いて出てくる黒忍者とか、影の熊とか、こういうのも率先して無敵技で、倒して、気力技で倒してあげるようにしてください。当たり前ですが、気力がもう7個あるので、マックスあるので、気力回復のお祈りとも相性は抜群です。これも50円で買えるので、取っておいてですね、ぜひ使うようにしてください。こうなると本当に無敵にいつまでも攻撃できるということになります。で、豪華も気力もないよっていう場合、これ必ず来ます。その場合はですね、やっぱり周囲の敵を積極的に討伐していくとか、短筒使うとかですね、あるいは受け流しをしてしのぐとかして、なんとか時間を稼ぐことをしています。でこの場合やっぱりね、受け流しを普段から訓練しておく必要がどうしてもあります。で私がやったのは万死とかで普通に何も鍛えなくてストーリーモードで受け流しひたすらやってたとか、そういった訓練が生きるはずです。逆にこういった地道な努力もちょっと必要になってくるという点で、ちょっといささか完璧なビルドではないんですけれども、こういうちょっと分かりやすい近接ビルド、こういうことになっています。でそれでは最後に百鬼九死の最終ウェーブを見て終わりたいと思います。気力陣ぐるぐるお楽しみください。
はい、ありがとうございました。江藤博之って今何してるんでしょうね。ぐるぐる2とか出たんですよね、確か。はい。私は魔法陣ぐるぐるも大好きです。それでは皆様またお会いできる日を楽しみにしています。面白いビデオがあったら教えてください。交互期待。さよなら。